ないですね。わかりました。はい、ありがとうございます。はい。キッチンカーを始めようと思ったきっかけって何かあるんですか？いろんな場所に行って、なんかいろんな人と出会える、なんか固定するとちょっと決まってしまうような気がして、いろんな場所行ったり、今まで仕事上イベントとかそういうの行けなかったんで参加してみたいなって思ったの。最初からキッチンカーにされようと思ったんですか？そうですね。テナントはちょっとあんま考えてなくって、なんかカフェだとちょっとやっぱり難しいかなっていうのもあって、いろんなことやっぱ一人でやらなきゃいけないんで、キッチンカーでいろいろ行けるとこ行って、なんかちょっと楽しみたいのもあります。以前は何のお仕事されてたんですか？これをやる前はカフェでバリスタとスイーツ作って、パフェとかも、あとパンとか作って提供していました。それで初めてなんかスイーツ作った感じなんで、そこからなんか結構好きになって、自分の好きな形にとらわれないでこう好きな感じでスイーツ作りたいなと思って、それなら自分でやるしかないかなっていう。1日何種類ぐらい作りますか6から7種類をやるようにしてるんですけど、全部で何個ぐらいなんですか？イベントだと冷蔵庫に入る分が100でギリギリな感じなんですよ。でそれにプラスドーナツとか持っていくので、なんかやっとギリギリで、コラボとか違う場所、家の前とかじゃない時は80とか90とか結構多めに持っていくように。イベントない日は、キッチンカーはお家の前でされてるんですか？家の前ともともと働いてたところに行かせてもらったりとか、カフェとかやってる方もなんか家の前でどうぞって言ってくれて、結構声かけていただいてすごいありがたい。なんで家の前はなんか少なくなりましたね。冬場は冬が、家の前かパークスさんか、2月すごい雪だった時は、結構お休みしてました。もうなんか家の前がすごい雪で、除雪も全然なんか無理、難しくて、お客さんもこの雪だったらちょっと来ないだろうなっていう、外に出たくないだろうなって、ほとんどお休みして、今年っていうか来年どうしようとか思いながら難しいですよ。なんかやってみないと分かんないことが結構いっぱいあって、想像してたのより過酷。分かってるとか言いながら、なんか半分も分かってなかった。全然なんか状況分かんない人とかはキッチンカーいいんじゃないとかって、その気持ち分かりますと思っていざやると全然違う。移動手段もちょっと結構大変、中に持ってったりとか、作る人もっと大変だと思います。なんかお水とかも全部こう運んでとか処理しないといけないしっていう、ここで作ってこう販売するだけなんで、まだ私そう楽な方なのかなって
飲みながら、ごま、なんか最近皆さん美味しいって言ってくれるんで、ごまにしていちじく合う。なかなか見ない組み合わせですよね。色が結構奇抜っていうか、なんか可愛らしいなと思って、そんなにあんまり考えないで乗っけてみたんですよ。いちじく結構タルトとかやったりとかして、いちじくとチョコがすごい合うなと思って、美味しいと思って、それでそのままなんかマクロつながりでと、もう見た目だけでちょっと乗っけてみたら全然美味しかった。どういう色にしようかなとかいろいろ考えたりとかしてた時に、うちの長男が大工をやってるので、工房を作るのにまず長男がやってくれることになって、キッチンカーの色とかも息子さんが。そう、息子が全部塗って、冬は寒いと思ってなんか断熱材とか買ってくれたりとかして、そう3人息子いるんですけど、全員がなんかそういうのをできる子たちで、すごい。周りのみんなに助けられながらこうできたのがすごいありがたいし、ちょっとラッキーだったっていうんですかね。そのやろうかなって思った年に同級会があって、でそこでまた会ってなかった人たちも助けてくれて、いろんな関わり、なんかこう、食材とかでも備品とかでも全てが結びついて、このタイミングじゃなかったら多分すごいいろんなところでずっとつまずいて今やってたのかなって。ここはもともとなんかお部屋だったんですか、お家も。もともと洗濯物干しで改装したって感じです。息子と息子の友達やってくれました。
店の名前の由来教えてください。本当単純に小麦使ってする、まあ小麦以外も使ったりとか米粉とかなんか大豆とかも使ったりとかするけど、まあなんか一番覚えやすいし誰でも知ってるなんか小麦っていうのをいいかなっていう単純な理由と、3っていうのが、まあ、うち息子3人いる3なんですよ本当は、数字で3って書いてあるよりも SAN でロゴ的にいいんじゃないかってデザイナーさんに案もらって、確かにその方が見た感じもいいなと思ってあんまり深くないんですけどなんか食材とかってこだわりあるん原価となるべくそうですね、なんか美味しそうだなって思うぐらいかな。海外だからダメってことあんまりなくて、海外の方がなんか有機とか標準が結構厳しくて安全性多いと思うんで、一概に日本だけがいいってないなと思ってるので、これは日本だなって思うものを国産にして、こっちって海外だなとかっていうものは全然そっち使ったりはするんですけど、これがいいっていうものは高くてもなんか美味しかったらそれ使いたいな、妥協したくないっていうんですか、美味しいと高いですよねいろいろ。牛乳嫌いな人とかでもそんな牛乳臭くないし食べやすい、コクがあるっていうんですかね。でもほんとぶどうの濃い赤ぶどう。そのイベントに合わせて食材変えてるんですか？一応旬のものがある地物であればそれを普段も使ってるんですけど、今日はなんかレッドっていうフェスなんで赤いもので今の時期ちょっと厳しいんで、イチジクとちょっと県内産だけでは難しいんで県外のものなんか長野とかやつ使ってます。緑でそのまま種もそのままで。
焼いたスポンジを下に入れて、プリン上に乗っける。ここか。カップに入ってるやつ、あ、可愛いと思って、すごい面倒くさがりなんで、普通にアルミホイルでこう周りも外してとか、そういうのがちょっと面倒くさいなと思って、カップだったらそのまま食べてポイって捨てれるから、それいいなと思って、でちょうどキッチンカーこれいいって思ってカップで、そのままなんかもう外とかでも食べれる、どこでもちょっとドリンク持ちながらこう食べれるっていう手軽さ、カップいいなと思って。そう。公開。
な。一番人気のメニューって何ですか？まあ一番人気は基本的になんかイタリアンプリンは皆さん好きで、リコッタチーズのパンナコッタもリピートさん多い感じですか。あとはで何個もあるんですガトーショコラも人気ですよね。結構イベントごとの時はガトーショコラが断然なんか出る感じですかね。あ、見たことない。ああいう格好。あれ先生ってやつ。キャプテンじゃない。ダンスのあれか。運動してた？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よく来られるんですか？あ、小麦さんには、はい、好きな商品とかありますか？毎回違う商品があるので、それを楽しみに伺ってます。今後の目標とかってありますか？いずれはキッチンカーじゃなくて息子がお店したいって言ってて、その横に一緒にケーキスイーツ置いてなんか食べてもらえる感じ、目標として一緒にできたらいいな。ありがとうございました。ありがとうございました。